はい、パルの冒険です。本日もこちら戦国府部やっていこうと思います。本日ね、イベントというかアップデートが行われましてですね、この超越天才天譚っていうのがございまして、頂点武将、今までこう突破してきて育ててきた武将が使い勝手が悪いとかね、あんまり強くないっていうのでリセットかけることができるようになりましたよね。一回こっきりやけどね。これがまた次何ヶ月か後、半年後とかに大型のイベントが行われた時にこれがまた来る可能性は僕はあるなと思ったんやけど、だから慌ててせんでもいいかなと思っています、僕はね。こんかったらこんかったでええねんけど。だから明らかにね、もう使い道のない頂点武将がいるんやったら、これでリセットかけて、これ武器の方もこれ、リセットかけれるんでね。で、今日はね、何をするんやったらね、この頂点再臨じゃない、超越天最短で、武将をリセットして、で、新たにどの武将を育てるんかっていうので、目安感触によっても違うんやけど、中納言大納言選挙区やったらもう完全に四天王みたいな風に僕思ってるんやけど、この武将を育ててたら絶対にお得ですよっていう頂点武将が4人おるんですよ。それ以外の武将はなかなか組み合わせが難しかったり、使い勝手が悪いんですよね。だけど僕が今から紹介する4人はもう必ず必須ですわ。持ってて育ててフル突破してて大活躍すると思います。ということでね、まず1人目からいこうと思います。はい、まず最初はね、この豊臣秀吉、こちらの方がね、やっぱり優秀やっていうことで、性能なんですけれど、ここ突破の方で見た方が分かりやすいかな。そうやね。受け止め発動したらいろんなことができるっていう感じなんですけどね。で、こっち、これはもうもっとすごくて、味方が受け止めしたらもう発動するんですよ。その時に、バフ数最多の敵部隊に挑発。で、ランダム敵2部隊に反転。攻撃最上位の味方部隊に物理25ほどの防壁効果を与え、雲隠れを付与。一旦。で、自身に奮起ってことで、そうやね、防壁が当たると発動する武将と相性がいいんですよ、ものすごく。絶えず、この受け止めするたびに、防壁をその相手、最上位の味方に与えていくんで、これが防壁をトリガーに発動する武将やったら、ものすごく有効なんですね。で、この武将、また後でも説明するんやけど、受け止め25、戦闘侵入時に自身に鉄壁っていうことで、この武将ね、ここで見てもらったらわかるから、僕ので見てもらったらわかるんやけど、この重装備兵っていう兵装、これ、2つだけね、今、軽装の覚醒があるんやけど、これがズバリドンピシャにそうなんですけど、重装備兵の専用部覚醒っていうのがある、専用防具覚醒、兵装覚醒。ここ、覚醒叩いていったら、もうどんどんスキルツリーが開けていけるんやけど、僕ここでちょっと止まっとんは、ここで止まったでしょ。ここで止まっとんは、強化素材が足らへんっていうのがまず第一。で、第2はね、この物理攻撃力160が増えるじゃないですか。強化されて攻撃力上がるでしょう。そうすると、この上さん何考えたんやろなと思うんやけど、この一番の強みは、この味方の攻撃力が最上位の味方に物理25ほどの防壁を与えていくんやけど、これが少量なんですよ。だから有効なんですよ。で、これを攻撃力上げてしまうと、防壁量が増えるから、この一緒に使う武将の防壁をトリガーにする武将の防壁がマックスまで上がってしまって、撃てなくなるんですよね。だから、この逆にね、この物理25ほどの防壁が
25もいらないんですよ。もう5とかでもいいんですよ。そっちの方がありがたいっていう感じなんですよね。まあ、こういう感じで、まあ、守り神的なもんで、軽装の覚醒もあるから、ものすごく強いっていうことなんですね。まあ、戦闘シーンはね、これはちょっと動かさんでも、大体わかるかなっていうので、まあちょっと一回やってみましょうか。ちょっとここでね、ちょっとやっていこうと思うんやけど、そうやね、これ選んでいって、秀吉やね。秀吉の場合はね、アタッカーじゃないから、アタッカーを連れて行った方がいいんですよね。誰がいいかな。まあ、普通に防壁が当たると発動する武将、年家とかが特にいいかな。これ年家はもう最初に雲隠れで隠れてるんですけど、僕の場合はね。さらに秀吉が雲隠れをかける町田利家に。これでちょっと見てみましょうか。こういう感じで、秀吉ってものすごく有効なんです。これパーティーっていうか、編成組んで戦うっても、ほらほら、防壁が当たっていくでしょ。で、防壁が当たってったら、この利家が発動する。これ戦国武部あまりまだ慣れてない方とか、よう見といてほしいんやけど、この武将って一人だけじゃあんま役立たへんのよね。これ何人かで複数の部隊にしてやっと威力を発揮する。これがね、秀吉の特徴です。とやね、だから貿易をトリガーに動く武将と相性がいい。はい。2人目なんですけれど、2人目は、もちろんこの今川義元、こちらの方を僕はおすすめします。これはね、完全にこの武将は必須ですわ。で、一番の特徴何があるんやったらね、こういろいろ書いてありますわ。書いてあるんやけど、ここですかね。味方がバフを一つ失うと、物理攻撃上位の味方2部隊に物理10ほどの防壁効果を与え、次がすごいんですよ。不動効果を与えるってことで、この武将は動くたびに、この各突破スキルを打つたびに、味方に不動を与えていけるんですよ。しかもそれが武将2人に不動を絶えず与えるんで、動くたびにね、突破スキル打つたびに。これがすごく優秀。で、あとはね、いろいろできるんですよね。動揺が打てたり。で、この武将を起点に、いろんな武将が出てきてるんで、この武将は合わせやすい。っていうか、この子で発動する武将がいっぱいいたりね、いろんな作用、この子名手打てたりするからね、名手で発動する武将とかもいますよね。そうなったらもう、この子本当に起点で動くんですけれど、単体でもすごいんです。ちょっとお見せしますね。はい、これがレベル10の敵来てるんやけど、ラションもね、これでいきますよ。これでいったら、こういう動き方するんですよ。バーンっていって、もう全体にいきなりトンゴ入ってるんですよね、この武将ってね。トンゴ入っとって、バンバーンってきたらいきなり全体、スキルゲージがマックスの状態のやつを打つんですよ。トンゴで。こういう感じの動き方します。で、次行きましょうか。はい、四天王3人目はですね、もちろんね、皆さんもよく使われてるし、敵におったら厄介やなっていうのがね、場面を、相手の部隊に大ダメージを与えることができるのがこの明智光秀ですよね。突破スキル的に性能でいくと、ここが一番有効かな。自身の兵力が50まで減ると、自身に計略75ほどの防壁効果を与え、沈部効果を発動。これ沈部が入ってから全体攻撃するからね。で、敵全体に150の計略ダメージを与え無縁。しかも自身にトンゴということで、この子は、解説すると、こういう感じで、僕の場合反撃が1枠ついとんやけど、2枠から攻撃回復。で、3枠も攻撃回復。4枠も攻撃回復。これでいいんですよ。こうすることによって、この子が明智光秀全体攻撃やから、全体にものすごいダメージ与える。ってことは、この攻撃回復っていうのは、相手に与えたダメージによって
こっちに兵力が回復するんで、だから明智にはうってつけないですよ。あと、こういう武将でいくと、うってつけなんは石田三成であったり、成田であったりね、そういう武将がこういう全体攻撃を打てて、さらに火力があるんで、攻撃回復のこの真髄をつけてるのが合ってると思います。ということで、ちょっと戦闘を見てみましょうか。はい、そしたらですね、どこかな。明智光秀、これですね。明智光秀は本当単体で、通常戦局でもよく単体で突っ込まれる方おられるんですよね。で、敵の部隊を、兵をブワーッと倒さへんでも、敵の部隊を倒されへんでも、兵力を削るのに、明智とか石田はものすごく有効。で、ちょっと見といてくださいね。こういう感じで。転移で取られへん限りは、明智のこの視線が入ってるんやけど、今。視線がなかなか外れへんと思うんですよ。転移で取られたら、奪い取られたら簡単に取られるんやけど。そうやね。こういう感じで、50% 減ったらやから、なかなか敵にちょっといろいろやらって、これ通常戦局とかだったら相手もね、この記憶羅生門と違うから、めちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いから、すぐこの明智の 50% を割り込む。こういう感じですよね、明智。これで攻撃回復で回復する。だから、そうやね、この戦国を始められた方で、各政府に来られて、特に中納言、大納言に来られるんやったら、今言った3人、秀吉、今川、明智、この3人は絶対いりますね。はい、四天王4人目はですね、やはり誰が何と言ってもこれ石田三成やと思うんですけど、石田三成ね、特徴的にいくと、そうですかね、ここから見ていって、転移にかからないっていうのが有効なんですよ。今までの明智やったら、敵の転移で、視線を取られるんですよ。だけど、この石田三成は、転移にかからへんから、転移で視線を取られることがないっていうことなんですよね。で、自身に視線を付与できる。で、性能がですね、ここだけ見たらようわかるんやけど、同様に影響されない。味方全体の損失兵力が出陣時の 20% に達すると、だから、この子自身じゃなくて、味方の部隊全体の全員の全体の 20% を割り込むと発動するんです。で、物理攻撃上位敵3部隊に85の計略ダメージを与え、同様も付与できて、で、自身に奮起を発動。で、自身に計略20ほどの防壁効果を与え、視線を付与。5ターン。ということで、そうやね、この子はね、何が特徴かっていうと、そうやね、これ3段打ちみたいなするんですよ。明智やったら半分割り込んだらバーンって全弾攻撃1回するんやけど、この石田三成は見てたら3回ぐらいいけるんですよ。攻撃できるんが。これちょっとね、見ていって、兵装がね、これちょっといろいろあるんやけど、陰陽師っていうのがね、これ陰陽師のこれをつけると、この家康とか義輝がつけてる、この陰陽師のこの兵装をつけると、反転にかからないんですよ。反転にかからへんから、相手の秀吉とかが反転を打ってきたときに、この攻撃力を、極力減らしてくるじゃないですか。それを封じることができるんやけど、僕今ね、それは大々のやつあったでしょ、今ね。大々の15まで上がったやつ2つ持っとるじゃないですか、僕、陰陽師ね。そうじゃなくて、今こういうのにしてるんですよ。この子が転移で奪われへんから、あと転移で奪われへんけど、浄化と消去でこの子の視線は取られるんですよ。だから、この北面騎士にした場合、旧兵の余ダメージ 50% アップじゃなくてね、こっちじゃなくて、この消去と浄化にかからない、受け付けないっていう、これが欲しいんですよ。もっと今これの大々の15があったらもっといい。消去と浄化受け付けへんかったら視線を取られないんですよね。あと取られるとしたら転移やねんけど、転移はこの子さっき見てもらった通り、転移にかからないから、
ちょっとね、僕、火力は落ちるけど、紫選んでますね。まあ、これね、気分的にこれ、陰陽師の代々に変えてもいいんやけど、まあ、それは攻撃力は、火力はもうそっちの方が上がりますよ、陰陽師の代々15の方がね。だけど、視線が外されへんっていう、この石田三成の特質上ね、敵にとったら嫌かなっていうのがあります。そうやね、浄化と消去で簡単に取られてしまうからね、視線が。なかなかね、これ、相手にしたら嫌やろなと思う。まあ、戦闘を見ていこうと思います。はい、そしたらば、石田三成。一応ね、僕、すべての頂点武将持ってるんですよ。まあ、育成は全部が全部しそうわけじゃないけど、だからまあ、この4人、四天王って僕が呼んでるこの4人は、育てて間違いはないです。あとのね、頂点武将は、使い方が難しいっていうか、もうどこでも掘り込めるっていうわけじゃないんですよね。だから将来的に見て、今僕が紹介したこの4人、この4人は、必ず4人持ってた方がいいですね。天国保護をしていく上においてはね。それ以外の武将は、代替が効くんですよ。なんぼでも。同じような武将が何回も出てきますよ。やけど、この4人は、代替効かへんなと思うし、育てて間違いない。ということで、もしこの4人持ってない方おられるんやったら、この4人は揃えてる方がいいなって僕からアドバイスします。で、ちょっと戦い見ていこうと思います。こういう感じやね。この視線がね、多分外されへんはずなんですよ。定員で取られへんし、浄化や消去で外せれへんから。だから、攻撃して倒すしかない。石田三成を。で、視線で守られるから、位置でも耐えるんですよね。こういう感じですよね。この子はね、普通、明智で単体で飛び込んでいくとか、明智で守ってたら、相手は大概成田で来たり、頂点の今川で来たりして倒してくるんやけど、もし頂点の今川が来た場合ね、石田三成やったらこうやって3段撃てるんですよ。これ兵力があまり減ってないから、3段撃たれへんけど、これ3段撃ったら、だから今川とかでも倒せるんです。今川って特殊欄は突破スキル打ったら不動が入るってことやから、その不動をね、この石田三成で3回打てるから外すんですよ、不動を。パンパンでパン3回目ぐらいで倒したりするから、まあ、この4人は持ってて損がないというか、通常戦局で戦う上においてこの石田三成の短期掛けとか、明智光秀の短期掛け、はたまたこの石田三成と明智光秀の2人掛けっていうのがあるんですけど、それはね、必須やと思うんですよね。で、今川も絶対持っとかな話にならへんし。まあ、秀吉も兵装も相まって、兵装格差あるからね、圧倒的に強いんですよね。もう、硬い、秀吉はもうここに。で、いろいろできるから、サポート的にね。ああいう秀吉みたいな武将がいたら、これゲージ溜まってますよね。ボーンといって、これでゲージ打ったらこれですわ。ということで、本日はこういう感じになりました。ということで、そうですね、頂点の最短で、もし武将、このうちの武将持ってないんやったら、帰った方がええかな。武将、これ僕ちょっとやってみてないから分からへんねんけど、もしリセットかけて、素材だけ残るんやったら、新しく武将に振らんでも、素材だけ持っとってもいいなと思っとんやけど、それは多分できないんかな。新しい武将に多分移行せなあかんのかなというふうに思ってます。ということでね、皆さんがね、頂点武将、どれ育てるんか悩まれてる方がおられましたら、
この4人は必須やと思います。でこれからね、大夫から上がってこられる、大夫やったらね、頂点武将ってあんまり活躍してないと思うんですけど、大夫から中納言や大納言に上がってこようとするんやったら、やっぱりね、頂点武将持ってて、今言った4人は持ってた方がいいですね。ということで、本日はこういう動画になりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。